1日分。シナチク大好きだもんで。はい、竹お待たせしました。見るのもはい、すいません。週2回来ます。早い、うまい。美味しかったです。ごちそうさまでしたって言われるとものすごく嬉しいですね。ありがとうございました。またどうぞ。これは豚骨の足の方とあと鶏ガラです。血抜きします。豚骨が5キロ、鶏ガラが6キロです。これで十分血を取ってから。スープは毎朝仕込まれるんですか？そうですね。これお湯なんですよ、全部。前まで水で入れとったんですけど、ガス代の高騰すごいじゃないですか。ガス代も月に3、4万ぐらいします。すごい上がり方しましたからね。ここで洗っていきます。僕はちょっと洋食とかだいぶやったんで、洋食だといっぺんこうやって下茹でして、こうやってアクが出たやつを全部洗って、それから入れるとすっきりしたスープになるっていうか。もともとの発祥はもともとの発祥がその高麗道場本店で、そこから草分けでなってったっていうか。よし。さあ、上部分が終わったら。野菜は3時間後に入れて、3時間にいるっていうか、計6時間。どういった野菜を入れるか聞いてもいいですか？玉ねぎ、人参、ニンニク、生姜。パイプみたいなやつって自作なんですか？これ全部自作です。ここ全部自作品ばっかりですよ。これだったら15分から20分で沸騰するんです。それだけガスがかからない。こっちが室節って言って、まあサバとかアジとかの混合の出汁なんですけど、これが本ガツオで普通より1回多くいぶしてある。これを入れることによってすっきりした後味になるんです。香り高くて。このカツオは偶然の出会いで、サバがなくなるっていう時が去年あったんですけど、その時に他の代用がなんか効かないかなと思って探しとったところで偶然出会って、これを2種類入れることによってガラッと味が変わって。僕は当日で取ったかつおだしを前日に取った動物系のスープと合わせる。そっちの方が香りが全然違うんですよ。これがね、呼び戻しっていうのがずっとスープ炊いてると濃くなっちゃうんで、半分取ってまた午後に足していくんです。フレッシュなのをずっと足していくような感じ。福岡の醤油。さっきカツオ取ったやつで2番だしでメンマにできます。これでまた一味ちょっと違うんです。今から冷やしていきます。
1日分。グラムでいうとどのぐらいですか？20キロが5日でなくなるんで4キロ。戻す前の4キロ。あ、そうですね。だからもっと重いですよね。そうですよ4キロどころじゃないですよね。1日薄味で冷ますとジューって味入るんです。1日寝かした方が味がすごい染み込む。ゴミとかこういった開店準備はお作りでされてる？仕込み班は3人います。当店で回ってます。前まではずっと1人でしたけど。チャーシューライスって言うんですけど、まあ炊き込みご飯ですよね。お酒。あ、なりましたね。前火からこう仕込んでいて、さっきだしに使った干し椎茸、ちょっと下茹でした。せの。海の塩を入れて、肉の塩、モンゴルの塩、2種類入れてます。象のカツも一緒にこうやってやると、チャーシューに香りがつくんです。これは今、チャーシューの味を決める元を作ってます。なかなか塩にこだわってるところって少ないんじゃないですか？海の塩だけだと、どうしてもね、物足りぬですよ。肉の塩も入れると、深みがだいぶ変わって。福岡の薄口醤油なんですけど、これちょっと入れると風味豊かで美味しいんですよね。チャーシューは1日どのぐらい出るんですか？チャーシュー1日大体10キロ、週末は15キロから20キロぐらいかな。完成までどのぐらいの時間かかるんですか2時間、1時間煮て、1時間火止めて、なじませる。お店で巻いてるんですか？あ、お店で巻きます。これ柔らかくなるんですか？柔らかくなるのと丸く成形してる。ちょっと調整をして、何個もレシピがあって、肉の量と返しもの量も変えてます。毎回。35分茹でたら10分寝かします。1時間、火消してこれで1時間漬け込んだ。それが最終的に返しになるんですか？そうです。返しは肉の良しあって本当に味が変わります。2日ぐらい寝かすんですよ。その日のやつは味がちょっと粗いというか。順番つけといてさ。なるほど。
水率っていうのがありまして、それを一目瞭然するためにバーって季節によって全然違うんで、全粒粉ですね。3種類入れます。これが2番目に普通ぐらいの粗さの全粒粉。全粒粉入れることによって何かありますか？間違いなく風味がまるっきり違います。でこの一番粗いのはちょっとザラザラ感があるようにして、うちの薄いスープがずっと入ってくるように持ち上がるように。全粒粉はやっぱ食物繊維が多いんで健康的かなっていう感じもありますしね。よし OK。小麦粉も3種類使ってます。純強力粉ってやつです。一つだけ中力粉が入ってますけど、この辺りやっぱ西のおじさんの独自で配合してるってことですよね。誰も教えてくれないんですか。前まで高麗系が桔梗屋さんっていう麺屋さんで取ってたんですけど、その社長がいろいろ教えてくれて、みんな少しずつ違うんですって。毎年3種類あると安定した麺になるよって教えてくれて、で3種類を使うようになったんです。この中力粉が甘い味するんですよね。1分間回して6種類をこう混ぜたら、それから水入れていきます。小麦の香りがしますね。毎日天候や湿度や温度によってえらい変わるんですよね。製麺は独学で学ばれたんですか？イタリアンやってた時もパスタとか作ってましたし、小麦に関わる仕事は結構やったんです。ピザとか。ガスとか高くなったじゃないですか。そういうのがなかったら考えんかったかもしれないですもんね。ずーっともうこれは高すぎると思ってなんか考えたら今のような形になりました。のガス代が戦争によって14、5万、5、6万まで上がって、今じゃ7、8万ですね。うまく考えたらガス代はだいぶ節約できるだろうなと思います。はい、はい、ありがとうございます。汚れないようにするためですか？それもあるし、お客さんの方に飛ぶ時あるんですよ。どうぞ作ってください。今の流れ聞くと今各週で今パーラーってチャーシューライスっていう、これがチャーシューライス。
こなくなったら終わりですね。これで終わりです。これはもう毎日売り切りです。秋の空だなと思って、もう冬ですわね。本当に秋がなくなっちゃいましたね。営業開始です。いらっしゃいませー。ございます。どうぞ。お好きなとこどうぞ。待つ。はい、ありがとうございます。竹でもいいですか？竹でもいいですよ。じゃあ200円。はい、竹お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。はい、いつも通り正解を1.5玉。大はちょこっと。丼もう一丁。はい、すいません。大樹回廊です。はい、ごゆっくりどうぞ。次大松。どのぐらいの頻度で来られるんですか？週2回来ます。いつも決まったメニューですか？決まってます。本丸さんの魅力的な部分って何かございますか？近い、早い、うまい、以上です。他の高麗系にも行かれたりは？行かれてます。それぞれのお店がそれぞれの味を出してらっしゃる。同じ高麗系でも同じ味はないですね。仕事ですか？帰ります。夜勤とかだったんですか？そうですね。帰りに寄るんですよ。この時間からやったのここぐらいだからさ。はい、今ご注文聞いてくるね。すいません、ご注文お願いします。すいません、大松です。はい、ごゆっくりどうぞ。皆さんもう丼もう一丁。どうぞ、お決まりですか？大回廊。
はい。お待たせしました。はい、お待たせしました。ありがとうございます。はい、どうも。あります。朝からちょっと温まろうと思ってきました。そういった時にじゃあ利用されるんですそうかな、まあでもよく美味しいんで、体にいいものを食べたいなって時に。からお仕事とかですか？そうです。決まり。めっちゃ温まりました。お疲れ様でした。美味しかったです。どうもありがとうございます。寿会です。はい。よし。いい感じでした。ありがとうございます。夏の方が茹で時間気温とともにやっぱ垂れるんですごい水少なく作るんです今6分30秒ですけど7分15秒ぐらいかな。はい、10分半です。ごゆっくりどうぞ。はい、どうも。ありがとうね。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またどうぞ。19歳から料理の世界入って最初は懐石料理その後は割烹料理やって洋食の居酒屋洋食のレストランお寿司の方も勉強してそれから独立のような感じでした。最初は弁当屋をやったんですよ。2年後に今の福井のところに居酒屋を出したんで料理人としては本職が歴としては長いんですそうですね洋食の方が長いですね。大量麺並以上ではい、じゃあ900円ね。どうもこれですか。初めてなんで全部おすすめだと思うんですけど、これがいいですかね。スタンダードな普通のマッツっていうのは一番おすすめです。じゃあマッツいただきます。はい、ありがとうございます。
松いきます。はい、松お待たせしました。はい、ごゆっくりどうぞ。何度かもう来られたことある？いや僕初めてたまたまちょっと仕事の関係で通りかかってこのヤクセントに引っかかったんですよ。でしかも11時より前にやってたでしょ。9時半からですか？ねえすごいよね。小吹お待たせしました。いきます。はい、ごゆっくりどうぞ。本丸さんのお好きなところって何かございますか？このつゆ自家製ラー油をかけるととても美味しくなる。チャーシューだととても美味しくてジューシーでとても美味しい。いらっしゃいませ。ネギなし。ネギなし。ネギなし。どうしました。松。どうしました。ベースは多分高麗道場さんだと思うんですけど、はい、そうです。西成さん独自の本丸さんの他との高麗焼きの違いとかって？高麗道場さんのガラと豚骨の比率よりもうちょっと少し豚骨の量を増やしてます。その分ちょっとまろやかな感じになってます。はい、お待たせしました。どうぞ。よく来られるんですか？よく来ますね。お気に入りのところとかってございますか？やっぱりシナチクが大好きだもんで。量多いですもんね。そうですね。今日のラーメンの出来はどうですか？いつも通り美味しかったです。街道麺の中と海路並とチャーシューライス。チャーシューライス。チャーシューライス。はい、ローメンお待たせしました。どうぞ。奥2番3番どうぞ。酒で味玉。味玉と松で以上でよろしいですか？はい。オッケー。松。ニコニコでいこうか。はい、ですか。はいよ。ニコニコでいきますね。はい。はい。いいけ。もう一丁いきます。はい、大松はい、で松す。です。はいどうぞ。すいません。はい。はい、お願いします。
バイトがいない、売り上げ上がってくる、どうしよう、これだと Amazon でとりあえずポチッと押してみて、レール買ってみて、いっぺん3年でカウンター全部壊して作り直して、建築屋呼んでこういう風に作ってください。でやっぱこんだけのものいるんでいっぺん壊さなあかんかった。でもその分人件費がだいぶ抑えれますからね。3個も4個でもこれでいっぺん行ってもらっとる間に僕はこっちでできるけど、2人で1回行って戻ってきてっていうこともやらずに済むし、1回こう行くだけで全然次の仕事ができるんで、それだけでも全然違いますからね。はい、ごめん。いらっしゃいませー。いらっしゃいませ。どうぞー。はい。はい、すいません。まずトッピングチャーシューね。貝ローメンネギおし。はい。はい。チャーシューを持ち帰ってチャーシュー持ち帰り。いくらでしょうか。 1900円いただきます。色チャーシュー。さあ行きましょう。よく来られるんですか？そうですね。本丸さんのお好きなところってどういったところにありますか？やっぱ味がいい。これだけでもみんなうまい好みがあるんですけど、ここは優しい味なので食いやすいです。チャーシューを持ち帰りするあ、そう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 。チャーシューが美味しいですか？やっぱりこれだけさんみんなチャーシュー美味しいと思いますよ。チャーハンとかにするんですか？これはおにぎりに入れます。お願いします。はい、失いらっしゃいませー。寿です。はい、貝ローメンネギをしメンマのトッピングです。これ大竹です。熊島さん。はい、すみません。おたけです。はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。これ大竹のスープ、あと竹釜くるネギおし入れよう。はい、すみません。大竹ネギおしです。こちらも大竹ネギおしです。ごめんなさいね。ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。みんなうまい。いや本当にうまいですよ。美味しかった。美味しかったです。いや本当にうまかった。これ系は結構いくんやけど、ここうまいですよ。このメンバーが味がありますしね、うまかったです。オッケー。はい、大家さん。はいはいはい竹です。どうぞ。公開。楽しみ。大松。はい、失礼します。大松です。ゆっくりどうぞ。貝ローメントッピングメンマチャーシューライス。はい。ありがとうございました。またどうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お待ち。お二つとご飯2つ。はい、ありがとうございます。冷凍でスープを大体20リッターぐらいもう朝でしかやってないのに売り切れたらちょっと失礼じゃないですか。必ず売り切れんように全部やってる。はい、ご
にちは、いらっしゃいませ。どうぞ、こちらどうぞ。寿松。大竹大樹地区。ナイスのり。ご注文決まりですか。熱い。はい。竹です。はい、鯛ローメンの網です。はい、ごめんなさいね。ごゆっくりどうぞ。今までの最大来店人数とか周年祭とか別だったら120、30が最大ですね。このぐらいがもう限界ですね。ありがとうございました。またどうぞ。はい、ありがとうございました。またどうぞ。はい。はい、お待たせしました。松置きます。置きます。ごめんなさい。写真撮っていいですか。はい、どうぞ。ゆうちく松。3、4、5、6、7。どうもありがとうございます。はい、イカさん行くよ。はい、ちょっと待ってよ。ありがとうございました。昔からラーメン屋やりたいなーってずっと憧れで、コロナの時に緊急事態宣言、その時居酒屋もできなくてラーメンの修行ができればなと思って高麗道場本店に緊急事態宣言の時に修行させていただきました。どのぐらい修行されたんですか。料理の基本が僕にはあったんで、高麗道場は2ヶ月ぐらいです。2ヶ月ぐらいしかその緊急事態宣言もなかったんで、解除されればまた居酒屋の方やってたんで。本丸自体の立ち上げっていうのはいつぐらいなんですか。もう4年半前になります。修行して4ヶ月後にはもうやっぱり出したいなと思ってお店出しました。行きます。すいません、ごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ、どうぞ。ありがとうございます。店の運営でなんか心がけてることとかってございますか。接客やら値段やら提供スピード、そういうのをすごく考えてもっともっと頑張って元気よく清潔で早く出す、そのぐらいですね。料理人としてなんかモチベーションになること。やっぱうまいって言われた時ですよね。美味しかったです、ごちそうさまでしたって言われるとものすごく嬉しいですね。はい、ありがとうございます。